こんばんは。もうあっという間に3月も月末ということで、今日は第3回目の今月の振り返り動画を撮っていこうと思います。よかったら皆さんも一緒に今月を振り返ってみてください。それでは早速始めていきます。じゃあまず3月のお気に入りから紹介していくね。じゃん。最近購入した可愛いポストカードたちです。まずこちらはクイント・ブッフホルツさんというドイツの画家の方の絵が入ったアートポストカードで、これはこの間吉祥寺に行った時にビルボードっていうポストカード屋さんがあるんだけど、そのお店で一目惚れをして買ってきました。そのポストカード屋さんではスノーマンとファイヤーマンの挨拶みたいに書かれていて、雪だるまと火をまとった精霊のようなものがお互いにね頭を下げて挨拶している様子が描かれています。かわいいよね。真っ青な雪景色の中に共存できないであろう2人が一緒にポツンと描かれていて、この色合いとか世界観が素敵だなと思って買いました。でね、こちらの2枚は同じくドイツの画家でミヒャエル・ゾーバさんという方の絵が描かれています。そのビルボードっていう吉祥寺のポストカードショップに初めて行ったのが去年の夏だったんですけど、その時にこのね洋梨のランプみたいなこのカードを見かけて買うか買わないか迷って結局買わなかったんですね。でもこのフォギー・ウェンズデーのイメージフルーツ、コンセプトフルーツが洋梨だったので、買えばよかったなってずっと後悔してたんですね。でこの間まだあるかなと思ってその吉祥寺のビルボードに行ったんですけどなくて、ミヒャエル・ゾーバさんの他の絵のアートポストカードはたくさんあったんだけど、もうこの洋梨はいなくなっちゃってたので、でももうそこまで行ったら欲しい気持ちがだいぶ強くなっちゃってたからネットで探して、そしたらね名古屋の美術館のオンラインショップがヒットして、でそこで取り扱われているのを発見して、これとあとはねもう一個可愛いなと思ったテーブルの向かい側に座ってるクマさんのポストカードも一緒に購入しました。かわいい。ミヒャエル・ゾーバさんの描いてる絵をいろいろ見てみたんだけど、この2つはさすごく可愛らしいなっていう印象じゃないですか。でも他の絵を見てみると結構ダークなコンセプトというかちょっと不気味な世界観のものが多くて、なんかねまたそこもちょっと魅力的だなってすごく感じました。今回はねこの2枚を購入したんだけど、ちょっとずつミヒャエル・ゾーバさんのそのポストカードを集めていくのも楽しそうだなって思います。はい。あとね、ちょっと前にイタリアに旅行行っていた友達がお土産として買ってきてくれたポストカードもお気に入りです。ちょっと伝わりにくいかもしれないけどね、このなんか紙がツヤツヤ、光沢感とはまた違うキラキラした感じの素材の紙ですごく可愛い。ベネツィアだって描かれているカラフルな街並みがもうイタリアって感じでいいですね。こっちはフィレンツェ。こちらね猫が描かれています。かわいい。その子もねたまに YouTube を見てくれてるみたいなので、これ見てくれてたらいいな。すごく気に入ってます。ありがとう。ということでお気に入り1つ目はかわいいポストカードたちでした。お次はじゃん、ジューシーのルックブックマルチパレットコージーサンデーです。ちょっと光で飛んじゃってるかもしれないけど、今日のメイクもこのパレットを使ってやってます。アイシャドウとマットハイライトとチークとシェーディングとリップがついたパレットになっていて、なんかこのねこの閉じた姿もちょっとこの丸みを帯びてて可愛いし、一個一個の発色がすごくいいのと色が本当に可愛くて
もうとっても気に入ってます。こういうねいろんなものが一体となってるマルチパレット欲しいなってずっと思ってて、ちょっと前に目代わりやってたじゃないですか。目代わり前に何買おうかなっていうのをこう9点でいろいろ調べてみてて、目代わりの前になんかメガデビューみたいな、なんかそんな感じのまた目代わりとは別のクーポンが出ていて、そっちの方がねお安く買えるなっていうことに気づいて、結局ねそのクーポンを使って目代わりが始まる前に注文しました。だから目代わり何も買わなかった結局。この色含めて5種類のパレットがあるんだけど、少し前にねコメントでイエベ春っぽいメイクも似合いそうって言ってくださった方がいて、なんかちょっとそういう多幸感のあるメイクをしてみたいなっていうのをそのコメントを見て思ったので、普段の私がねあまり使わない色味のパレットを買ってみたんだ。でも今後お出かけとかお泊まりするときはもうこれ一つで顔のほとんどは完成するし、これにプラスでねちょっと持っていけばいいだけだから、だいぶ身軽になるなって思います。他のブランドのマルチパレットもすごく気になります。おすすめがあったらぜひ教えてください。ということで2つ目はジューシーのルックブックマルチパレットでした。お次じゃん、ラッシュアディクトです。知っている方もたくさんいるかと思うんですが、これはまつげ美容液で去年の誕生日に妹からプレゼントしてもらいました。ちゃんとこう毎晩塗り始めたのは今年の1月ぐらいかな。今年入ってからなるべく毎晩塗るようにしてて、もうしばらく塗り続けても特にこう大きな変化があるように感じてはなかったんだけど、最近ねこう直で会う人からまつげを褒められることがすごく多くなってきて、もちろんメイクの方法とかも変えてないし、マスカラも同じのをずっと使ってるから、なんでだろうなって考えてみたら、多分まつげ伸びたんだと思います。わかる？今こんな感じ。まつげ美容液ってこう色素沈着をねしやすいってたまに聞くんだけど、まだね使ってる期間が短いからかもしれないけど、今のところね私は特に感じていないです。このカメラ越しでもまつげの存在感がしっかりわかるくらいには伸ばしていけたらいいなと思います。ということでお気に入り3つ目はラッシュアディクトでした。では今月のお気に入り4つ目はじゃん、エペイオスのスマートコーヒーメーカーモカです。これは2月の末くらいにこのエペイオスさんから連絡をいただいて、プレゼントギフティングとしてご提供いただいたものです。結構昔のアイスコーヒーの味をこう比較するっていう動画を見てくださって、それで連絡をくださったみたいなんですけど、普段こういう商品提供とか PR とかのメールをいただくことがあっても、なかなか自分が使いたいものじゃなかったりするとすごく嘘になっちゃう、嘘くさくなっちゃうし、このチャンネルのコンセプトとも合わない気がして、結構ねお断りしちゃうことが多いんですね。このメールを送ってくださった担当者の方が適当にチャンネルのページからメールアドレス探して適当にこう送ってくれたっていうよりは、ちゃんと私のチャンネルの動画を見てくれて、それでどうですかって提案してくださったんだなっていうのを感じたので、今回こちらをお受けさせていただきました一時期ねこのお家に引っ越してきた時にハンドドリップでこうコーヒーを入れるのにハマって入れてる時期があったんですね。でもだんだんねこうお湯を沸かしてこう丁寧にちょっとずつハンドドリップしていくっていう作業がちょっと億劫になっちゃって、コーヒーから結構足が遠のいてたんですけど、これはね半自動のコーヒーメーカーなのでお湯は沸かさなくていいし、ほんとコーヒー豆をセットするだけで、あとはもうただ待ってればコーヒーが出来上がるっていうのがすごく楽でね、3月の頭くらいに届いたんだけど、もうそこから毎朝使うようになりました。
本体のタッチパネルみたいなのを手動で操作して自分で入れることもできるし、アプリを使って配数とかを設定して入れることもできるみたいなので、本当に楽ちんで私のコーヒーライフがカムバックしてきたなって気がします。もちろんハンドドリップっていうのはもうその手間をかけることが醍醐味というか、その時間込みでコーヒーが大好きでハンドドリップを選んでいるって方が大多数だと思うので、そういう方というよりは私みたいにね、ちょっとハンドドリップめんどくさくなっちゃったなとか、朝バタバタしてて時間ないけど入れたてのコーヒー飲みたいなっていう方にはすごくねおすすめだなと思いましたホットコーヒーはもちろんだし、このコーヒーサーバーの中に氷を入れておけばアイスコーヒーも抽出してくれるみたいなので、これからね暖かくなってくる季節にもすごく出番が多い予感がしています。プレゼントとかでもらってもすごく嬉しい商品かなと思うので、ぜひ気になる方はエペイオスさんのスマートコーヒーメーカーモカ調べてみてください。はい、ということで4つ目のお気に入り紹介でした。お次、今月よく聴いていた曲の紹介です。今月はね、このペクエリンちゃんの Every Letter I Sent You というアルバムをよく聴いていました。暖かくなってきて春の陽気が少しずつ増えてきたこの季節にね、すごくぴったりのアルバムです。このアルバムに関しては本当にどの曲も好きなんだけど、特に個人的に好きなのはポポとミスターグルーミーとラブラブラブという曲です。あとやっぱり3月10日には0310っていう曲も聴いていましたこういう日付がタイトルになってる曲ってその日にちゃんと聴きたくなるよね。ペクエリンちゃんの別のアルバムにね0415っていう曲もあって、4月の15日には絶対それ聴いてると思います。ちょっと当日はよかったらみんなも一緒に聴こうでは今月の振り返りです。今月描いた絵と読んだ本はこちらです。今月描いた絵はじゃん馬。やっぱりね、馬年だからっていうのもあって定期的に馬が描きたくなるんだけど、今月はこれだけです実はね、ここにももう一枚描いてたんだけど、あまりにも気に入らなすぎて破っちゃった。今年の目標の一つとしてね、このターレンスのスケッチブック80ページを埋めたいっていうのがあるんだけど、ちょっと今月はねいろいろと忙しかったっていうのもあってじっくり絵を描く時間が取れなくて、なんならゲームする時間も取れなくて、趣味に当てられる時間が少ない月だったのかもしれない。4月はもう少しせめて2枚描けたらいいなということで、3月の絵は馬でした。はい、では今月読んだ本は秋元裕二さんの著書武器になる知的教養西洋美術鑑賞という本です。先月ね、西洋美術に突然興味が湧き始めたっていう話をしたんですけど、興味があるものは興味のあるうちに知識として少しでも入れられたらいいなと思って入門編の本を探していたんですね。いくつかの候補の中から迷って私はこちらを選びました。全部で4章に分かれていて、1章ではそのルネサンスから現代美術に至るまでの大まかな時代の変遷をざっくり話してくれていて、第2章第3章では実際の私でも見たことがあるような作品をもとにその技法と時代背景を解説してくれていて、第4章ではなんかいい絵だな、素敵な絵だなって、感性だけで絵画を鑑賞するのはもったいないっていう話から、じゃあ実際にどうやって西洋美術をより深く鑑賞することができるのかみたいなやり方が書いてあります。
私は本当に西洋美術もそうだし、それぞれの時代の歴史とかにも本当に疎いから、ただね絵そのものの解説じゃなくて、その背景まで大まかにではあると思うんですけど、こう解説してくれているっていうのがすごく個人的に楽しくて、一気に読み終えることができました。この著者のね、秋元裕二さんは東京芸大出身の方で、今はいろいろな経歴を経て東京芸大の名誉教授だったり、他にも美術評論家とかをね務めている方なんだそうです。すごいね、東京芸大出身って言いたい人生だったなもちろん私にはねそういう芸術とかの才能はないし、志したこともないんだけど、選び抜かれた天才たちしか集うことのできない場所っていうイメージがあるからかっこいい来世再来世あたりでは東京芸大行ける人生だといいなって思います。西洋美術もこれを読んでより知った気になれたというかだからこそ実際にこの目で絵画を見てみたいなっていう意欲がより湧いたので、来月再来月とかは美術館にね行ってみたい。一人でなんか音声ガイドとかを聞きながらじっくり美術館回るのも楽しそうだなって思いました。ということで3月に読んだ本は武器になる知的教養西洋美術鑑賞でした。お次は YouTube の活動報告まず今年の目標としていたチャンネル登録者数1万人突破しました。ありがとう。もう本当に嬉しかったです。9900人くらいからそわそわし始めて、1万人ぴったりの瞬間をちゃんと収めておきたかったから、ずっとねスマホを見続けて、1万人に到達した瞬間にはもう飛び跳ねて喜んで踊ってましたYouTube を始めたのはもうだいぶ前で、その当時はねチャンネル名も違ったし、一番最初はね歌のカバー動画を毎日上げていて、でその後は何投稿したらいいかわからないから、もうとりあえずコンビニとかあとチェーン店とかの新商品を1日1個食べていくっていうね、商品紹介じゃないけどそういう動画をね毎日投稿して8ヶ月間毎日投稿してたんだけど、やっぱりね思うように動画は再生されないし、チャンネル登録者数も増えないしで、一旦プツッと切れちゃって、で間隔が空いて再開したと思ったらまたいなくなってみたいなことを何度か繰り返して、1年くらいねもう全く投稿しない期間が空いて、去年の6月からフォギーウェンズデーとして新しく動画投稿をねしていくことになったんですけど、動画投稿をね再開した時が2200人とかだったので、9ヶ月という時間はかかったけど、そこから8000人も増えて桁が変わって感慨深いというか感無量だなってすごくね喜びに浸っています。今も歌時代とか、あとは食べ物紹介時代の動画から知ってくださって、もうずっとねチャンネル登録外さずに今でも見続けてくださる方が何人かいてね、なんかやっぱりコメントとか視聴回数とかこういう反応が返ってくることでモチベーションが保てたり、次はどういう動画を撮ってみようかなっていう意欲が湧いてきたりするから、もう何年間もずっと支えてくださってる方々には本当に感謝だし、新しく見つけてもらえて、そこからチャンネル登録してくださったり、コメント残してくださったり、インスタで DM くださったりっていう方々にも本当に心から感謝をしています。無理のないペースでね、これからも長く続けていけたらいいなって心から思ってます。改めて本当にありがとうございます。
見て、これね、ピエール・エルメのイニシアシオンっていうマカロンが20個入ったボックスなんですけど、もうほとんど食べている状態ではあるんですが彼から1万人祝い兼ホワイトデーとしてプレゼントをしていただきました。これもね、私の死ぬまでにやりたいことリスト、人生の中でいつか叶えばいいなと思ってた夢の一つだったから、本当に嬉しかった。これも絶賛美味しくいただいております。ピエール・エルメのマカロン本当に美味しいよね。大好きなんだ。3月もね、遅刻することなく休むことなく毎週水曜日の21時に動画投稿完走することができました。えらい4月もね、楽しんで動画作り続けていけたらいいなと思ってます。ということで3月の振り返りは以上です。3月は皆さんのおかげで本当にすごく幸せな月になりました。4月はね、もしかしたら何か環境が変わったりする方もいるかもしれないですが、おのおののペースでのんびりゆっくり過ごしていきましょう。はい、本日も最後まで見てくださってありがとうございます。また水曜日の21時にこのチャンネルで待ち合わせをしましょう。それでは皆さんおやすみなさい。いい夢を。バイバーイ。